皆さんこんにちは。ゴンナやむすびゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。今日はイニシエ日記シリーズ第12回目8代目坂東三五郎城の本をご紹介します。どうぞお付き合いください。はい。それでは今回は8代目坂東三五郎城の本をご紹介ということで、家の本棚を探してみましたらね、なんとこんなにたくさんありました。もしかしたらまだもうちょっとあるかもしれませんけども、本当にたくさんの著書をお書きになっていますね。舞踊や歌舞伎だけではなく、幅広い分野にわたって執筆されていたことが感じられますね。さて、今回と次回は、この本の中から2回に分けて皆さんと共有したい箇所をご紹介したいと思います。この動画は少し長めになりますが、チャプターをつけていますので、お好きなところからご覧いただけます。でも、もし時間があれば、最初から順に追ってご覧いただきますと、三五郎城の魅力がより伝わると思いますので、ぜひお付き合いください。ではまず、8代目三五郎城のご紹介です。踊りの名人と呼ばれた8代目は、1906年にお生まれになりました。お父様である7代目三五郎城の下で芸を磨きながら、歌舞伎だけでなく新しい演劇にも関心を持ち、幼い薫の指導も受けられます。昭和7年には新劇場という劇団を立ち上げました。その後、東宝や松竹での舞台を経て、一時期関西へと拠点を移し、武智手筋の実験的な歌舞伎にも挑戦。若い後輩たちの指導にも力を注がれました。舞踊では坂東流の家元もお務めになり、役作りのために国立国会図書館に通って資料を集めるなど、大変な勉強家としても有名でした。古い文献や美術、茶道、そしてお料理にも造詣が深く、歌舞伎の生き字引と呼ばれるほどの博識ぶりだったそうです。昭和51年、京都南座での公演中にフグ中毒のため急逝されました。というわけででしてね、フグ中毒でお亡くなりになったというのは当時かなり衝撃的なニュースだったそうなんですが、実はこの本の中に、私が持っている古本の中にですね、当時の新聞の切り抜きが入ってたんですね。ここなんですけど、こうやって新聞の切り抜きがありまして、古本の面白さってこういう偶然の出会いにもありますよね。当時の空気がこうして紙の色あせ具合とか字体からも伝わってくるようで、まるで当時の様子をちょっと覗き見しているような感覚になります。面白いですね。さて、先ほどご紹介したように、8代目は読書家、博識家としてもとても有名で、著書も踊りそのものを解説しているというよりは、日々の出来事を豊かな知識と結びつけて書かれた随筆が多いのが特徴です。それがまた読み物として面白く、学びもたくさんあります。本もたくさん出版されていますが、同じエピソードが、複数の本に収録されていたりもしますので、もしこれから揃えようと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、私のように、こういうふうに手当たり次第買うんではなくって、内容を見ながら選ばれるのが良いかな、というふうに思います。さて、今回はこの著書の中から2冊、歌舞伎、花と実、そして、聞きかじり、見かじり、読みかじりを選びまして、そこから3つのエピソードをご紹介したいと思います。ちなみに次回は、苔のたわごとから深い話をご紹介しますので、そちらもどうぞお楽しみに。はい。それでは早速、1つ目のエピソードに行きたいと思います。着付けのことは舞踊をする上でとても大事な要素ですよね。
帯一つとっても質感や柄によって雰囲気がガラッと変わりますし、美しく見せるためには本当に日々研究です。特に昔の本などを読んでいるといいヒントがあったりするんですけども、ここにも一つありましたのでご紹介したいと思います。今、ご婦人方がおしめになっていらっしゃるお太鼓の帯なんてのも明治からこっちのもんでしてね。それ以前はなかった帯なんです。それ以前の帯の締め方は同じお太鼓でも全然違うんです。そのお太鼓締めている方を私たちが見て、ああ、もうちょっとお気をつけになったらなと思うのは、お太鼓の締めた帯の分量と下に出てるタレとの割合ですね。これに神経をお使いになる方が割合に少ない。これが難しいもんでしてね。それと帯の締めた時の膨らがり方。これがぺっしゃんこになっていますとね、がっかりでございますね。だからって中へたくさん芯を入れてパーッと膨らがってると、これまたおかしなもんなんですよ。それからタレの出し方。このタレの出し方が難しいんですよ。女の方は特に後付きが大事でございましてね。なぜお太鼓の帯にタレを出したかって言いますとね、日本人の胴ってのは割にくびれていますから、そのお尻がちょっと出ているんですね。このくびれのとこを帯を締めて隠すわけなんですが、まあご婦人が自分を美しく見せようという偉い知恵でございますよね。ところが、そのせっかくの知恵を無視したような締め方をする方があるんで、モデルさんなんかによくあるんですが、高いところへ締めちゃって、肝心の隠すべきとこがむき出しになっちゃって、バカッとお尻が出てる。あれなんぞ、もうちょっと帯を下げたら、お太鼓の帯の美しさとご自分の体の美しさが出るのになぁと思いますよ。はい、ということでしたね。本当にね、このタレの出し方一つで着物の後ろ姿の美しさが随分と違って見えますよね。タレが短すぎると落ち着きませんし、長すぎるとだらしなく見えたりしますし、まさに、これは感覚の世界になると思うんですけども、その感覚を研ぎ澄ましていくことが舞踊の所作にも通じるように思います。おはしょりの長さなんかも悩みどころですよね。はい。二つ目のエピソードです。舞踊にとっても大切な扇子。扇子についても、これは舞踊を学ぶ上で大事なことが書かれていましたので、ご紹介しますね。扇子。扇子を一番よく使う商売は、踊りの師匠、落語家、宝冠等であるが、よく使う割に扇子本来の持つ大事なものは忘れられている。しかし、能楽、茶道等ではさすがに扇子は大事に扱われている。私が若い頃は、踊りの扇子で稽古の済んだ後仰いだりすれば叱られたものだ。両身を取るための扇子と踊りの扇子とははっきり区別していた。口上の時に役者の前に扇子を置いてあるのさえ、何のためか知らずにやっている人が多い。あれは扇子を前に置いたことによって、そこに結界ができる。つまり、いかなる鬼人の前でも扇子を置いたことによって、神となることができるのである。茶道では、床の間に進んで掛け物を拝見するとき、必ず前に扇子を横たえ、それから拝見する。御神官でも国司の書でも扇子を一本置くことによって拝見できる。それほど大事な扇子も踊りや話し方の手にかかると、それがキセルとなり、船の竿となり、弓となり、舵ともなる。ひどい時にはおでこやお尻を叩いたりする。
踊りで使う扇子でもあまり器用に使いすぎることを父は、そんな使い方をすると講座の踊りになるよと言って大変嫌っていた。これからは扇子の持つ神秘性とでも言うようなものを知っていてほしい。はい、ということでしたね。この涼を取る扇子と踊りの扇子は別物というのは、私も若い頃によく市長から送られました。つい無意識に仰いでしまいそうに、なるんですけども、踊りの扇子はただの道具ではなく、舞の中で大切に扱うべき特別な存在だと教わりました。お稽古の最初のご挨拶で扇子を置く所作にも、そうした結界の意味が込められていますよね。日本の文化らしい、とても大切な精神性だと思います。はい。それでは今回最後、3つ目のエピソードです。これは直接舞踊には関係のないお話なんですが、物を見るときの姿勢としてとても考えさせられます。目が汚れる。よく掘り出し物の話などたくさんあるでしょうと言われるが、授かったことはあっても、掘り出しなんてことはあるものではない。掘り出そうなんて根性を起こしたときは、大抵ひどい目に遭う。悪いものをつかむときは、大抵一人芝居をしているのだ。これは、もしかしたらいいものではないだろうか。何かで見たのによく似ている。ひょっとしたらそうかもしれない。と考えて買ったものにろくなものはない。昔、巴町でぶらりと入った道具屋で、小瀬戸らしい茶碗を買って、山本さんの店へ行くと、水戸中のようちゃんと古中居の復居祭老人が来ていた。そこへ私が買ってきた茶碗を出した。見るなり復古祭老曰く、うわいけない。目が汚れる。あんた欲で買ったね。惚れて買わないからこんなもの買うんですよ。どこにも美しさがない。これはいいことを言ってもらったと思って、その茶碗は大切にして持っている。美しさのないものは買うな。なるほど、確かにそうだ。変なものを買うときは理屈をつけて買ったときだ。つまり、一人芝居をしているのだ。そう思いながら、そこが凡夫の浅ましさ。奈良で茶渋で汚れている茶碗に出会った。菩提は室町らしい。これでもう少し大きくて薄手なら、白天目なのだがと、またまた理屈をつけて、ひょっとしたら、と例の一人芝居を始めてしまった。商人の方は何にも言わず、ニヤニヤ笑って少しお高いのですが、とかなんとか言っている。それを買ってきて、茶渋を洗い流したら、いけません。二度釜です。こちらの職業が役者でなかったら返品するのだが、これも税金だと思って諦めてしまった。けれども、目が汚れるものをたくさん集めている人もあります。はい、ということでした。この途中に出てくる復古祭老人の言葉、いけない、目が汚れるという言葉、胸に刺さりますよね。物を選ぶ時だけではなく、私たちが舞踊の中で何かを見つめたり、感じ取ったりする時にも通ずる感覚ではないかなっていうふうに思います。欲ではなく、美しさに惚れて選ぶ。大切にしたい心のあり方です。はい、今日はここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。三つ子老城の博識で温かい言葉の数々、少しでも伝わっていれば嬉しいです。次回はまた違った角度から八代の三つ子老城の著書をご紹介しますので、どうぞお楽しみに。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。